回これ履いてみました。グレーです。ボクサー型タイプなので。皆さんこんにちは、現代のモンケ姫ことまこです。今日はですね、以前配信してめちゃくちゃ反響がありました。こちらおむつ、リハパンのことについてお話ししていこうと思います。私は排泄障害がありまして、トイレ問題、特に便の方が難便だったりするので、ご飯食べに行った時とか漏らすのちょっと不安ですっていうので、リハパン履くようにしたけど、それって女としてどうなの？そんなおむつを履くような女性ってどうなの？みたいな形でね、配信をしましたが、たくさんの方々からコメントをいただいて、私もリハパンおむつ履いてますと。それは排泄障害を負ってるだけじゃなく、過敏性腸症候群の人とかお腹弱い人たちもやっぱり日常的にトイレが不安なので、もうリハパン活用してます。もうそういう方が便利だから、見えないし恥ずかしいとかそういうことではなくて、もう自分が便利で、しかも精神的にもいい方の方を選んだ方がいいよっていうね、たくさんのコメントをいただけてとっても嬉しかったです。でもやはりそれと同時にまだまだ恥ずかしいっていう声もあったし、もっともっとおしゃれなリハパンが増えてくれたらいいなっていう声もたくさんやっぱりありました。でその中で、いや今色付きもありますよっていうのも教えていただいたりしたんですけど、実際、私も前回の動画でお話ししましたが、色付きがあるのは知ってるんですよ。例えば一番初めに私が買ったのはこちら、花王さんから出てたローライズタイプのリハパンツ型の吸水ナプキンですね。でこれは今2024年の3月いっぱいをもって販売終了されました。なので現在は売ってないんですけど、このローライズなので普通のこういったリハパンと比べて丈というのが短い分、下着から出にくいですよっていうのと、あと、色がついてるのはあるの知ってるんだけど、持ってたし、なぜこれを利用してなかったかっていうと、吸水分が1回分なんですよこれ。やっぱりモコモコしないためにっていうのはあるんですけど、1回分だったので、1回分じゃちょっと心もとないなっていうので、もし使うってなったらこれにいつも自分が下着につけてるこの尿取りパッドを重ねて、使ってました。ただそれだと毎回この2つを要は処分することになるからすごいもったいないわけ。何か失敗した時は別にね、これ一緒に捨てれるから楽なんだけど、何もなかった時、平和な時の方が多いので、そうなったら常にこの2枚のお金がかかるわけだったら、別にこれ使わないで下着にこれつけてこれだけのお金でよくないかって思って、結局こっちを使わなくなったんですよ。皆さんからいろいろコメントをいただいた中で、また一つこちらですね、エリエールから出てるこちら黒のパンツ型もありますよっていうのも教えていただきました。こちらまだ使ってはないんですけど、中がこういう風に一個一個本当にナプキンみたいに個包装になってます。でこんくらいの薄さなので荷物的にもすごく圧縮されてるから持ち運びしやすいと思います。で中も開けちゃいますけど、はい、真っ黒です。こちらね、真っ黒。ローライズのやつと比べたらローライズ感は多分ないんだよ。ただ黒だから、腰から見えたとしてもっていうことではあるんだと思うけど、でも結局これも150cc なので基本的には1回分っていうような容量になります。なのでこういったのありますよって言われながらも、やはりこの1回分っていうところに不安がどうしてもついちゃうから、色あるのは知ってるんだけど、もうちょっとこういった3回分くらいはあるかな、3、4回分くらいはあるから、やっぱりこの吸水量の黒バージョンっていうのがあったら
もっといろんな人が安心で使えるんじゃないかなと個人的には思います。じゃあその間を取って2回分っていうことで、アテントから出てるのがこちら、薄型パンツ下着気分っていうやつで、2024年にリニューアルされたんですよ、アテントのこのリハパン部門が。それでおしゃれな薄型パンツ下着気分とか超薄型っていうパターンのやつが出ました。色がワコールさんと共同開発したエレガントピンクベージュという色になります。超薄型と下着気分っていうやつの2種類あるんですが、こちらは下着気分という方の2回分になりますね。吸水率が2回分のものになります。実際これ履いてみました。なんていうの、履き心地は今までのリハパンと、容量は違うのでちょっとモコモコ加減は違いますけど、履き心地的なものとしては一緒です。はい。ただやはり少しピンク色ということもあって、履いてる人からしてみたらやっぱ白履いてるよりはこういったピンク色のものを履いた方が気分はもしかしたらいいかなというふうに思います。じゃあ実際に便が抑えられたのかっていう話をしていこうと思うんですけど、ほぼ実験的な感じでお腹を絶対に下すかもしれないという状況がありました。外出先焼肉を食べた時なので、リハパン履いて嫌だけど漏らさないことを願った上で、リハパンを履いてそのまま食べに行って、案の定やはり下したんです。で下した時は車椅子に座ったままだったんですけど、その時は背中まで来るとかっていうことがありませんでしたが、旅行先だったのでホテルに行かなきゃいけなかったんですよ。車椅子から車に乗り移る時に結局一回空中に上がって、結局また下から圧をかけてしまうような状態になったので、下すってことは緩い便だったからちょっと押し出すような形になってしまったんですよ。結局背中まで漏らしてしまったっていう結末がありましたが、やっぱ中を見た時にパッドがついてる部分、白のパッド、吸水のパッドがある部分まではもし便が来ても大丈夫なんです。ただその上のこの腰の部分のところまで来ちゃうと、もうここは吸水の感じなんかないので、基本的にやっぱ染み出してしまうんですね。だからいかにこの白いゾーンだけで抑え込めるかっていうことが大事なんだなっていうのをやっぱり改めて思いました。でそのためにはやっぱりおむつみたいなのもそうですけど、ゆとりがないとダメなんだ。だから下着に尿パッドをつけてた場合、めちゃくちゃ背中に来てしまうのって、どうしてもピタッと体と下着をくっつけさせてるから、便が出てもどうしても全部背中に来ちゃうっていうことがあったんです。ただリハパンもおむつもそうですけど、ここのお股とのこのゆとりが少しあって、お股とのゆとりの中でこのギャザーがあることで、ここのゆとりに便が落ちる。でギャザーがあるから横に漏れないっていうことなんだと思うんです。だから別に私が車から乗り降りをしなかったら多分ある程度は大丈夫だったんですよ。確実にだって車に乗る前までは背中触っても漏れてなかったから、だからなおかつ腰に便はいってるけど、この実際座ってるクッションとくっついてるこの部分は汚れはなかったんですよね。だから一番汚れたのはやっぱり振動でべちゃってなった後のこっちの背中だったので、そう考えたらある程度もしかしたらこの2回分のやつでもいけるのかなと思いました。でより心配な人は便が漏れそうだなっていうこのお腹の環境の時だけ尿パッドをここにもう1個付け加えて、ここの腰回りのところもこの吸水の布が来るから、背中から漏れ出すってことが 100% じゃないかもしれないけど、ないよりは食い止められるかもしれません。で他にも同じアテントさんから出てたやつで、これいいなって思ったのがこちらですね。下着気分のボクサーパンツ型っていうのがありました。
中見てみようと思います。ボクサーパンツ型はこれ確か1色しかなかったと思うんだけど、グレーです。ボクサー型タイプなので、ここ太ももまでくるこの感じが私は結構いいなって思いました。まだ履いて使ってないんだけど、履いて使う前に言うなよっていう話なんですが、普段の下着も今ボクサータイプを履いてるんです。なぜかというと、やっぱ尿取りパッドをつけるにあたってパンツ型の方だとなんか異常した時とかに結局このお尻のここの部分がこうちょっと寄っちゃいやすいんだよね。寄っちゃって、なおかつここのたまりが気になる、モコモコ具合が気になるっていうのがあるんです。だから下着をボクサーにしてた方が、特にここのさ股のこの付け根の部分とかもなんか布で覆われてるから、尿取りパッドもしっかりとフィットしてくれてるように私は思うのね、お尻の部分も含めて。だからこのボクサータイプの方がそれこそ横漏れとかも変にしないんじゃないかなと、しにくいんじゃないかなって、モコモコ感もしにくいんじゃないって個人的には思って、このボクサーパンツ型を買いました。ほらだってこういう風に履くわけだから、ここのさもうすでに今この形でここもっこりしちゃうじゃん、どうしても。ほらだからここのモコ具合がなくなるのが多分ボクサーパンツ型じゃないかなと思って買ってみたんです。で色もグレーだし、ボクサータイプの形状で足回りにしっかりフィットするよっていうような作りになります。こっちのパンツ型で色はピンク系ボクサーパンツ型のこのスタイリッシュグレーっていうのがあるので、ぜひ試してみてください。で他にもおむつで教えてもらったのが、日本のメーカーさんではないんだけど AB ユニバースっていう海外の会社さんが出してる大人のおむつっていうのが、大人のための可愛いおむつっていうのがあるよって教えてもらいました。めっちゃ可愛いなんかかっこいいとかじゃなく、本当に子供用のおむつをそのままサイズ大人にしましたっていうものでした。なんかさ、いやいいんだよ、真っ白じゃないことが大事なんだけど、でもこういうことではないみたいなこの可愛いキャラクターものが欲しいわけじゃないんだよなって思いましたけど、海外ならではの楽しさがあっていいなと思いました。ただやっぱ海外の方からもすごい言われるんですけど、おむつのその良さっていうのはすごいやっぱ日本の製品が良すぎる。海外に住んでて海外製品のおむつ使ってる方は全然吸わなくて困るんだよねっていうことを言ってたので、見た目はすごい可愛いけど使い勝手がいいかどうかはちょっとじゃ分かりません。それこそこういう YouTube ってさ、買って使って見せてみたいなことを本当はした方がいいのかもしれないけど、だって絶対使わないし、おむつってなんか自分で履くのって難しくない？特に立って履けるわけじゃないから、寝ながらこのテープピッピッピで留めるのって個人的には難しいんじゃないかなって思うの。やっぱパンツ型の方が履きやすいから。だからおむつ履いたらいいじゃないですかみたいなコメントもあったけど、おむつだと履きにくいんですよ。装着しにくい、っていうのがあるんで、やっぱこっちのパンツ型の方がいいですね。であとはおむつ用のカバーっていうのもありますよと教えていただきました。だからこのおむつ用のカバーも、画像で見る限りすごい可愛いんだけど、これってこれってこのまま出かける感じじゃない？なんか海外の人からしてみると、このままこうなんかショートパンツ的なホットパンツ的な感じのファッションのようにしか見えないのは私だけかな。この上にズボン履くとかもうスカートくらいしか履けないんじゃないって思う。ただ誰かに見えるかもしれないカップルの時に脱いですぐおむつっていうことじゃなくて、1個このカバーがあってパンツの上にこうおむつと一緒にこう脱がせることによって少しこう
おむつを脱がせてる感をなくしてあげれるのかみたいな、なんかそういうのはもしかしたらあるかもしれないですけど、こういうおむつカバーもありますよっていうようなコメントをいただきました。はい、こんな感じでおむつを可愛くしようって活動してる方も知ってるし、今度万博の時にもね、なんかこうファッションショーするっていうことでしたので、なんかどういうのができるかなと。でその中でも一応そういったおむつを開発しているところの会社さんと一緒になって動いてるっていうこともあったので、もしかしたらその万博をきっかけに色味がいい、もっとシンプルな白以外のいろんな色を選べるという時代が近々やってくるのかなと思いますが、でもやっぱりまずこのアテントから出してるこのボクサーパンツとかワコールとコラボしたこのピンクベージュとかっていうのはまず一歩なのかなと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。でこれも CM が草薙さんがやってたので、そこもさいいよね。だからおじいちゃんおばあちゃんっていうことではなくて、もともとねアイドルですごい大人気だった人たちがやってくれてるっていうのもいいけど、私はもっといろんな人を起用してウェブ CM くらいでもいいから、私とか若い人とか、それこそ女性とかを起用して全然みんなおしゃれに履こうよっていうことでやっていくっていうのも大事なんじゃないかなと思います。皆さんおむつって補助で買ってる人もたくさんいると思うんです。リハパンとか補助で買ってる人もいると思うんですけど、うちの地元の鶴岡市でもおむつ補助っていうのがあります。ただ一応こう世帯のね収入が関わってくるのでおむつ補助を受けれないところもたくさんあるんですけど、そうなった場合そこの要は鶴岡市が契約しているというか取り扱いしている販売業者さん、福祉用具とかの方のところがこれを扱ってないと、こういうのを扱ってないとその補助対象に結局ならないっていうパターンもあったりするんですよ。福祉用具店の人たちは今までの昔ながらのものであったり、あとはそういう業務用に卸してるパターンみたいなのがあって、こういうパッケージとかをねあんまり気にしてないような、なんかそうなった場合白しかなかったりっていうこともあったりします。ただ医療費控除とかも受けれるようにはやっぱりなってるので、後でから自分で生産するとか、なんか割引させるように手続きするとかっていうこともそれぞれの市ではできると思うので、ぜひそちら確認してみてください。はい、ということで改めて皆さんにたくさんねいろいろコメントいただいて、自分の身近なスーパーに売ってなかったりっていうのもたくさんあるんです。私もいろいろ探したけど、これはね売ってなかったかな。これもね売ってなかったの、全部にあるっていうところではなかったので、結局ネットでこれとこれはネットで買いました。なので普段使ってるところにないと再発見っていうのもできないと思うんですけど、ぜひ皆さんこの動画を皆さんに教えてあげて、今こんなのあるみたいだよと。でネットで買っても意外と値段がね安かったりするので、重たいもの運んでこなくてもよかったりするので、ぜひネットでも試して買ってみてください。はい、ということでこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。